おはようございます。熊野古道伊勢路の旅、今日は伊勢を出発してから6日目になります。前回の終了地点である三木里駅から出発します。はい、では行ってきます。熊野古道伊勢路は伊勢神宮から熊野三山へと続く全長約200キロに及ぶ巡礼路です。かつて多くの人々がお伊勢参りの後、魂のよみがえりを願って熊野を目指し、峠を越えて歩きました。道中には美しい石畳道や昔ながらの街並み、山と海の風景が広がり、四季の魅力にあふれています。現代ではかつての巡礼者たちの足跡に思いを馳せながら、多くの旅人やハイカーがこの道を歩いています。今回の伊勢路の旅は、前回の終了地点である三木里駅からスタートし、三木峠、曽根次郎坂太郎坂、新島峠、大吹峠などを越えて大泊駅へ、翌日新宮までの最後の峠となる松本峠を越えて熊野市木之本へ入ります。伊勢路は花の岩屋で熊野本宮に向かう本宮道と新宮に向かう浜街道に分かれます。今回の旅では浜街道を南下し、新宮の熊野早玉大社を目指します。ここから山の中に入っていきます。横根道。はい。熊出没注意と。横根道は長らく埋もれていましたが、2003年に地元住民の尽力で発見・整備され、再び歩けるようになりました。はい、横根道が終わって再び車道に出てきました。はい、次は三木峠道ですかね。横根道はそれほど急な斜面とかはなくて、朝一のウォーミングアップとしてはちょうどいいぐらいの道だったんじゃないでしょうかね。続いて三木峠の登り口です。そして4キロ道標、今日初めてですね。新宮まで50キロ。はい。では三木峠登っていきます。いきなり階段がずっと続いてます。はい、三木峠は8ですね。8分の1。800メートルということで、だいぶ短いですね。はい、こちらが三木峠です。あっちに展望台みたいのがあるので行ってみます。うわ、朝日だ。はい、三木峠8分の8です。ここでまた車道と合流します。短い峠でしたけど、結構景色がいいポイントがあったんで、なかなかおすすめの峠ですね。イノシシから農作物や集落を守るために築かれた石垣を獅子垣と言います。羽子峠の周辺には
当地方最長と言われる見事な獅子垣が残されています。羽子峠はこっから始まるみたいです。お、羽子峠、もう峠に着きました。はい、こちらですね、羽子峠。9分の2なんで、全体でも1キロないぐらいですね。スタンプ発見。羽子峠スタンプゲットしました。左、熊野道ですかね。はい。はい、9分の9。羽子峠。ここで終わりです。はい、4キロ道標を見つけました。新宮まで46キロ。片羽の五輪塔。はい。こちらですね。江戸時代のものだそうです。いや、今日もいい天気です。片湾は三方を山に囲まれ、波が非常に穏やかなリアス式海岸の入り江です。うわ、怖っ。割れてるけど大丈夫かね。うわ、大丈夫。はい、こちらは飛鳥神社です。お、結構すごい大木があります。ちょっと参拝していきたいと思います。幹回り 6.8 メートル。うわ、こっちもすごいな。こっちはクスノキ。こちら石垣が丸石でできています。丸石積みの石垣は大変珍しく、地元の海岸で採取された石材が使われたそうです。道標発見。新宮までは42キロです。はい、こちらから曽根次郎坂登っていきます。次郎坂、太郎坂という名前は、次郎と太郎がなまったものと言われています。はい、曽根次郎坂、太郎坂、39分の1。はい、3.9 キロ。結構長いですね。行き倒れ巡礼供養碑、これですかね。伊勢路歩いてると結構至るところにありますね、巡礼供養碑。昔の人はそうまでしても熊野を目指して歩いたんでしょうね。大きな岩があります。クジラ石。確かにこう見るとクジラに見えますね。はい、はい、ここが羽子峠です。次郎坂、結構歩きやすかったですね。道幅も広めで、それほど急傾斜もなくて、はい、非常に気持ちよく歩きました。そうね、次郎坂、太郎坂、スタンプゲットしました。こういう熊よけのベルが置いてあります。
立見ヶ丘。おー、いいですね。立見ヶ丘からは名勝立ヶ崎を遠望できます。で、これが獅子落としという、罠みたいなもんみたいですね。木についた傷が熊の爪痕っぽいですね。怖いな。はい、39分の39。曽根次郎坂、太郎坂、終わりです。結構長かったですね。39なんで4キロぐらいありましたけど。新島駅近くまでやってきました。はい、そして4キロ道標がここにもあります。新宮まで38キロ。ちょっと横になったんですけど、本気で寝てしまいそうなんで、ちょっと出発します。夜中の1時ぐらいに家を出たんで、ほとんど寝れてないんですよね。ちょっと横になったら本当に寝ちゃいそうだったんで、やばかった。今日はまだまだ先が長いんで、もうちょっと頑張ります。すごいところ、この上に上がってくんですね。もう民家に入っちゃいそうな感じですけど。これから登るのが新島峠になります。はい、ここから新島峠に入っていきます。はい、新島峠、大上坂峠、30分の1、3キロですね。なかなかさっきの次郎坂と同じぐらいあります。はい、新島峠到着です。はい、新島峠、大上坂峠はあと30分ぐらいだそうです。はい、こちらが大上坂峠。はい、大上坂峠着きました。はい、こちらですね。大上坂峠。この辺から石畳になってきましたね。結構荒れてるところもありますけど、この辺はすごい綺麗ですね。めっちゃ歩きやすい。今までと比べると全然違う。歩きやすい。はい、30分の30です。今日の3つ目ですかね。大きく分けて3つ目の峠が終わりました。はい、今日はもう峠が連続していて、平地がほとんどないっていう状態なんで、峠を降りてちょっと行くとまたすぐ別の峠があるっていう、はい、なかなかハードな日になりそうです。今もうお昼過ぎたんですけど、結構気温も上がってきて、日が照ってるところは暑いぐらいなんですが、
でも山の中は結構涼しくて風も吹いてるんで気持ちよく歩けてます。熊野市内ではこの古道が 3.2 キロで最も長く、ということはあとはそこまで長くないということですか。はい、4キロ道標、新宮まで34キロ。はい、新鹿の、集落に来てるんですけど、結構お店とかありますね。ここさっきもカフェみたいのがあって結構人がいました。こちらトンネルの脇の道を上がっていきます。多分トンネルを通れば一瞬で向こう側に着けるんでしょうけど、うわ、なんか鶏がめっちゃたくさんいる。何ですかこれは。そしてここが西行の松。西行法師がこの茶屋の軒先にある松の下で一服したそうです。松が見当たらないですが、鶏がめっちゃついてくる。はい、こちらが肌巣の道ということで、はい、こちらの石畳は鎌倉期に作られたものということで、伊勢路の中では最も古い石畳だそうです。これですかね。かなり大きな石ですね。はい、肌巣の道、300メートルなんですぐ終わってしまいました。はい、3分の3ですね。これが肌巣神社ですね。肌巣は秦の始皇帝の命を受けて東方に船出した徐福が漂着した地として知られています。帰国を断念した徐福はこの地に永住し、多様な中国の先端技術を伝えたとされています。はい、大吹峠の登り口まで来ました。こちらですね。はい、そして新宮まで30キロです。はい、今日の目的地は大泊駅ですけれども、今から登るこの大吹峠を越えれば、すぐ大泊に行きます。大吹峠からちょっと二手に分岐していて、普通に直線的に行く方法と、あと観音道っていうちょっと遠回りな道があるんですけれども、その観音道の方が眺望がいいところがあるようなので、ちょっと時間はかかるんですけど、観音道を通って大泊まで行って今日は終わりにしたいと思います。はい、それでは大吹峠登っていきます。はい、大吹峠14分の1です。はい、1.4 キロですね。はい、こちらが大吹峠です。結構あっという間に着きましたね。登り口からすぐでした。はい。はい、大吹峠スタンプゲットしました。はい、そのまま抜けると大泊の方に行くんですけれども、観音道っていうのがこ
から出ていて、こっち通っても大泊の方に行けるので、今日はそちらから行きたいと思います。先ほどの大吹峠からかなりの急登を登ってます。今日一かもしれないですね、これは。あのまままっすぐ下っといた方が良かったかもしれない。ちょっと後悔してます。はい、こちらは獅子垣でしょうかね。おー、すごい。獅子垣がずっとつながってます。万里の長城みたいな感じですね。それは言い過ぎか。おー、ここか。あれですね。あれずっと新宮まで繋がってる入見浜ですか。ここは伊勢から熊野の中で七里見浜を初めて眺めることができる場所です。よかった、こっち来て。スタンプがありました。はい、観音道、スタンプゲット。建物あるけど、もうかなり壊れてますね。うわ、すごいな。そして、おー、これが泊まり観音。はい、それでは大泊川に降りたいと思います。観音信仰が盛んだった江戸時代には、大吹峠道よりも観音道が多くの巡礼者に利用され、道沿いには今も西国33所の観音石像などが立ち並んでいます。9分の1ですね。はい、900メートル。31番長明寺。西国33所巡礼の観音様がこう観音道沿いに並べられているということのようです。こちらは29番松尾寺。この辺の石畳とかすごいです。緑の絨毯みたいな、もうずっと苔が覆い尽くされてます。はい、9分の9観音道終わりました。大吹峠を通ってたらもうとっくの昔に着いてたと思うんですが、はい、結構遠回りして観音道を通ってきました。はい、観音道も一応熊野古道の一部だったので、はい、そちらもちゃんと歩けたので良かったですね。はい、大泊の駅に着きました。はい、今日は大小様々な峠を通ってきました。一番最後の観音道に至る急坂、こちらもめちゃくちゃしんどかったです。明日はもう松本峠ただ一つで、その後は浜街道をずっと、新宮の方まで歩くということで、ほぼ9割ぐらい平坦な道です。はい、ということで、明日新宮まで行ってゴールしたいと思います。大泊駅から鬼ヶ城に向かって歩いています。明日、この上の松本峠ですね、こっちへ行くんですけど、鬼ヶ城自体は今日のうちに行っとこうかなと思いまして、今そっちまで歩いてるところです。鬼です。おー、すごい。すごいな。オーバーハンドしますね。
約1キロにわたる大岩壁は、地震による隆起や風化、波の浸食によって生み出されたもので、大小無数の洞窟や奇岩が連なる日本有数の景勝地です。これが熊野市ですかね。あそこに見えるのが、そしてあの海岸沿いをずっと歩いていくと新宮に着くという感じですね。はい、最後までは行ってないんですけど、もうこの辺りで引き返そうかなと思います。海鮮丼並盛りのセットです。こんな感じ。身がプリプリで美味しいです。熊野古道伊勢路の旅7日目です。今日はここ大泊駅から出発して松本峠を越えて尻見浜をずっと南下して、いよいよ新宮の方に入りたいと思います。はい、では行ってきます。はい、こちらが松本峠の登り口です。はい、新宮まで26キロです。もう松本峠はなんかちょっと雰囲気違いますね、今までとは。竹が生えてるところですかね。はい、松本峠は7分の1なんで、はい、すぐですね。 0.7 キロ。この辺の一段はめちゃめちゃ綺麗ですね。幅も広いし歩きやすい。こうやって横から見ると元の山道からだいぶ石段でかさ上げしてるのが分かります。まあちゃんとこれだけ作ったから今の時代まで残ってるんでしょう。はい、こちらが松本峠です。はい、松本峠ゲットしました。はい、鬼ヶ城跡まで700メートルですね。お、東屋が見えてきました。おー、すごい。はい。すごいですね。七里見浜が、はい、よく見えます。はい、じゃあもうちょっと進んで鬼ヶ城の城跡の方に行ってみましょう。なんか広いところに出てきましたけど、こちらが鬼ヶ城の本丸跡ですか。気持ちいい。この下が昨日行った鬼ヶ城の岸壁がえぐられてるところですね。はい、松本峠に戻ってきました。松本峠から鬼ヶ城跡まで700メートルとそこそこ距離はあるんですけど、途中そんなに大きなアップダウンもないですし、
途中の展望台からの景色も素晴らしかったので、ぜひ行ってみることをお勧めします。木の本登り口まで600メートルです。はい、松本峠降りてきました。7分の7。東熊野街道随一の景観をここから望むことができる。だいぶ近くに見えますね、七里御浜。あそこに鯉のぼりがずらーっと並んでます。はい、松本峠から、街の中に降りてきました。今日はこの後、七里御浜沿いを新宮までずっと南下していくので、もう峠はこの松本峠1個だけになります。あとはほとんど平地ですね。はい、昔の雰囲気の残る街道沿いを歩いていますが、こちらが熊野古道おもてなし館というところですが、まだオープン前のようです。残念。はい、ここから浜辺沿いを歩いていきます。うおー、鯉のぼりがすごいですね。はい、で向こうに見えるのが獅子岩ですね。いや、景色は素晴らしいんですけど、この砂利道が非常に歩くのに疲れます。七里御浜に敷き詰められた小石は御浜小石と呼ばれ、熊野川の上流から運ばれた岩石が熊野灘の荒波に長い年月かけて揉まれ、丸く小さくなったものです。はい、こちらが獅子岩を下から見たところです。なんかちょっと違うな。これですね、これが見たかったやつだ。獅子岩。新宮まで残り22キロです。はい、こちらが花の岩屋神社です。日本最古って書いてあるけど、奈良の大宮神社も日本最古って言ってたような気がしますが、どちらが古いんでしょうか。他にも日本最古って言ってるのはありそうですけどね。実際のところどこが最古かはよくわかんないんでしょうけど、花の岩屋には古来から社殿がなく、高さ約45メートルの巨岩がご神体です。毎年2月と10月に行われる例大祭では、約170メートルの大綱をご神体の上から松のご神木へ渡すお綱掛け神事が行われます。はい、道の駅の花の岩屋でスタンプ見つけました。はい、スタンプゲット。はい、花の岩屋からちょっと歩いてきたんですけれども、ここで、伊勢路は二手に分かれます。このまままっすぐ新宮の方に行く道と、ここから右に曲がって熊野本宮の方に向かう道と、こちらですね。こちら本宮道といって、熊野本宮の方につながっています。今日は、このまま南下しまして新宮に向かいたいと思います。次回ですね、ここから熊野本宮の方に行こうと思ってます。で、こんなちょっと重要なポイントなんですけど、何も標識とか
ないんで、本当にここで合ってんのかなと思って、さっきからちょっと探してるんですけど見つかんないですね。はい、こちら立石の道標ということで、右は本宮、左は巡礼道と書かれているそうです。昔はここで二手に分かれて、本宮行く人はこっちで、新宮那智の方に行く人はこっちという感じで、ここで分かれたようですね。はい、こっからは堤防の上を歩くのかな。そうですね、こっちですね。はい。七里美浜がずっと続いてます。はい、ずっと同じ景色ばっかり見て歩いてきましたが、ここでようやくこの海岸沿いから外れます。はい、こっちですね。本当精神的にかなり辛かった。脳はほとんど寝てましたね。足だけ勝手に動いてる感じで、コンビニがあれば嬉しいんだけど、パッと見なさそう。はい、道の駅パーク七里美浜まで5キロ、結構あるな。5キロ。はい、ここはちょっと森の中で涼しくて気持ちがいいです。はい、また海岸沿いに出てきました。はい、振り返ると、今日の出発点がだいぶ遠くに見えますね。まだ7里のうち多分2、3里も行ってないかな。2里ぐらいかな。3分の1ぐらいしかまだ来てないような気がします。はい、こちらが市来の一里塚、これがそうでしょうかね。新宮まであと14キロ、だいぶ減った。はい、ゲットしました。美浜町役場のところ、また海岸の道に入っていきます。また砂利道に入ってきました。足が取られてめっちゃ疲れるんですよ。これずっと行くとなるともうかなり心折れそうだったけど、ここから上がれるんだったらよかった。結局はまた砂利道に戻されてきた。舗装道路もあるんで、砂利道嫌な人は舗装道路を通ってまっすぐ行けば、道の駅着いたんで、わざわざ未舗装区間を歩かなくてもいいです。はい、道の駅パーク七里美浜。はい、こちらスタンプありました。はい、パーク七里美浜。なんと本日定休日。ここでなんか食べてこうと思ったんだけど定休日でした。はい、次の道の駅、ウミガメ公園まであと 2.8 キロ。はい、そして新宮まで残り10キロになりました。ようやくカウントダウンが始まりますね。はい、道の駅のウミガメ公園にちょっと寄っていこうと思います。
ちらですね。いた。いっぱいいる。海岸沿いからそれて、住宅地の方に坂を登ってきました。ちょっと地味に坂がしんどいですね。東京新宮まで6キロです。6キロ。はい、残す道標はあと1個ですね。新宮まで2キロというのが最後にあります。はい、こちらが横手地蔵村。あ、こっちか。はい、こっちですね。あそこに見える灯台、鬼ヶ城のところからなんか見えたような気がするけど、気のせいかな。はい、最後の道標です。はい、新宮まで2キロです。ようやくここまで来ました。そして鳴川。はい、鳴川スタンプ取りました。はい、熊野川までやってきました。はい、あそこに見える熊野大橋を渡ればもう新宮です。ちょっと山みたいになってるところがあれ新宮城でしょうかね。はい、それではいよいよ熊野大橋を通って新宮に行きます。大きいですね、熊野川。これを上流まで行くと熊野本宮があるところですね。大湯の原があるあそこにたどり着くと。はい、新宮市に入りました。和歌山県。はい、伊勢神宮を出発して、今日で7日目です。ようやく新宮の方に到着しました。はい、あちらに見えるのが、熊野早玉大社です。はい、やりました。熊野早玉大社到着です。今日は峠は松本峠一つだけで、あとは七里御浜をずっと下るだけだったので、楽勝かなと思ってたんですけど、意外にしんどかったです。特に七里御浜がこうずっと景色が変わんなくて、もうちょっと精神的に疲れました。ともかくようやく伊勢神宮から、熊野早玉大社まで歩き切ることができました。次回は今日通ってきた花の岩屋神社から本宮道を通って熊野本宮大社の方に向かいたいと思います。そちらもまた大変な道のりになると思いますが、次回をお楽しみにしてください。ということで今日はこれで終了です。お疲れさんでした。